はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、オーディブルを僕が半年間使ってみて分かったことだったりとか感想をですね、お話ししていこうかなと思います。はい。実はですね、僕は、今年の1月からですね、オーディブルを始めてみて、今でですね、約半年間、6ヶ月ぐらい使ってみてですね、使いやすさとか、意外な利点とかデメリットとかをですね、分かってきたので、そちらをですね、お話ししていこうかなと思います。まずですね、オーディブルを使う前のですね、僕の不安ですね。誰しもが感じる不安だと思うんですけども、結構オーディブルで、不安を感じるのにね、一番上がってきやすい項目っていうのが、その聞きながらの読書で内容が頭に入ってくるのかっていうのが多分ね多くの人が感じる不安だと思います。で僕もねそうでした。で僕のね正直なことを言うと正直音声だけの情報で視覚情報がない場合なかなかね情報を理解するっていうのは難しいんじゃないかっていうのが、僕の最初に思ってたことでして、あとはですね日本語のですね漢字ですね、同音だけど同じ音だけども意味が違う言葉、同音異義の言葉ですね、これがその朗読のスピードで瞬時にこっちが判断できるかっていうのがすごいね僕は不安でした。不安というよりかは多分できないだろうっていうのが、最初始める前の僕のですね所感だったんですね。でそれがですね半年間使ってみてどうだったかってことなんですけども、結論を言ってしまうとね意外とすごい意外なんですけどもちゃんとね内容は理解できるんですよね。でさっきのですね同音異義の言葉ですね、あれが瞬時に意味が理解できるかっていうと意外とね理解できないことも結構あります。理解できないというよりかは言葉がね浮かんでくるかどうかってことですね。これはね結構その読者側の、要は聞き手側のボキャブラリー語彙力に試されるところがあって、同音の言葉があるなってのを、頭で知っておかないといけないし、じゃあその同音の言葉はね次から次へとどんどん候補を考えられる人じゃないとね多分その朗読のスピードについてって、意味が理解できるっていうのは割とねこれハードル高いと思います。ただね、それでもね、別に問題がないっていう風に感じたのはですね、その文脈的にその人が、肯定的な言葉を言ってるのか、否定的な言葉を言ってるのかっていうのは、結構ね、日本人ならわかるかなと思います。なので、言ってしまえばですね、朗読の、聞き流しのいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけども、言ってしまえば朗読者のスピードに任せて、その時の、文脈として、肯定なのか否定なのかだけを理解して、次の文章に行くってことができてしまうので、良くも悪くも、完璧に理解できなくても、次に進むことができるっていうのが、これが意外とね、割と話としてどういう流れかっていうのは理解できてしまうのが意外な点でしたね。で、ここからはですね、もう少しね、深掘って詳細に話をしていって、まずですね、改善点使ってみて、ここが改善されたらいいなっていう部分をですね、ちょっと上げていって、その後ですね、使ってみて初めて気づいたいいところですね。そこら辺をですね、お話ししていって、最後ですね、オーディブルに合う人ですね、こういう人が使ったらいいんじゃないかっていうのをですね、お話ししていこうかなと思います。まずですね、改善点ですね。いろいろとですねデメリット言われてるんですけども、結構大きいデメリット、割とね、最初ショックを受けたデメリットっていうのが、オーディブルって、文字の情報が載ってないんですね。なので、今何ていう言葉を話したんだろうってのを調べたくても、アプリ上からではですね、もう調べられなくて、もうそれはですね、本を買うしかない状況になっちゃうんですね。で、結構ね、ここら辺については、割と、その文字を求める人っていうのが多いんですけども、個人的には多分ね、この文字の情報はね、今後ね、オーディブルに載ってくるってことは多分ないんじゃないかなって思います。割とオーディブルって新作の本とかもどんどん読めるようになるんですよ。だけども、新作が発売されて間もない時期に文字の情報までそこに載せてしまったらやっぱ本をね買う人がいなくなってしまうと。であとは著作権の関係とかもいろいろありまして、多分オーディブル自体のサービスがねすごい高くなってしまうので、おそらくは多分文字の情報は今後多分載ってこないかなっていうのが個人的な見解ですね。で、そのね、文字の情報が入ってこないことが結構ショックだったのがですね、意外と僕がすごい狙ったのが、英語学習、英語のリスニング力の強化に使えるんじゃないかって思ってたんですよ。英語のね、朗読とかもいっぱい載ってるんで、これで文字の情報さえ載ってれば、そのリスニング力をね、英語の文章を読みながら発音を学べるってことで、かなり使えるんじゃないかって思ったんですけど、ただね、文字が載ってないんで、英語学習にも、使いづらそうだなと。あとですね、挙げるとしたら、これはね、僕は全然気にならなかったんですけども、割と多くの人が言ってるのが、ナレーターの声優の声が合わないっていう人がですね、割とそこが気になる人が多いらしくてですね、それによってなんか、自分のイメージしてる世界観とナレーターの声があまりにも違いすぎて、全然楽しめないっていう声がありました。こういうのはね、一定数の声があるんで、実際にそうなのかなと思うんですけど、僕はね、全然気にならなかったですね。あとはね、僕がね、割と、ここ改善してほしいなって、でも改善難しいなっていうところはですね、やっぱり名作じゃないとないんですね。作品数がいっぱい、何万点とかっていう風に歌われてますけども、小説でもですね、マイナーな作品ってのは、やっぱりないです。
朗読者に、朗読してもらってるっていう一手間かかってるんで、なかなか読まれない作品をね、いっぱい出しても意味ないんですよ。そういう意味でもね、多分今後もあまりマイナーな作品まで広がっていくっていうよりかは、やっぱり新作とかね、流行にしっかり乗せていくような感じになっていくのかなって思うので、多分マイナーな作品が今後増えることも多分ないというのがですね、ちょっと残念ですけども、しょうがないかなっていうところです。あとはね、個人的にね、ここだけはね、もうすぐにでも改善してほしいって思ったのがですね、これ、小説じゃなくてですね、ビジネス書の場合ですね、実用書とかの場合、これね、なんでかわかんないんですけども、僕普段ですね、いつオーディブルを聞いてるかっていうと、車の運転中ですね、会社への通勤時間に使ってるわけなんですよ。で、そうなると、スマホの画面も見れないし、そのチャプターの前行くとか、後ろ行く、巻き戻すとかっていうボタンしかないわけなんですよ。で、ビジネス書の場合とかっていうと、1からずっと読み進めるっていう読み方じゃなくて、ある章に飛びたいとか、そこの章だけ読みたいっていう、聞きたいっていうのがあるわけで、その時にね、チャプターで一発で飛べないんですよ。これはね、しょうがないかなって思います。なので、チャプターレンダーすればいいじゃんっていう話なんですけど、これをね、すごいね、すぐにでも改善してほしい点が、なぜかね、チャプターで前後移動すると、章とか項をね、またぐんですよね。なので、第1章の最後の文を話してるときに、次の項行きたいなと思って僕がね、チャプター次の送りを押すと、第2章のタイトルから読まれるかなと思ったら、第2章のタイトルもしっかり飛ばされて、第2章の途中から読み進められるんですね。これだけはね、僕はね、本当改善してほしいな。なので、チャプター飛ばしをですね、何回か使ってしまうと、今、第何章の第何項なのかっていうのが全然わかんなくなるんですね。で、小説だとね、そういうことがないんですよ。項とか章をまたぐ時に、ちゃんとですね、第何章とか読まれてからしっかり始まるんですけども、なぜかね、ビジネス書はね、章とか項を平気でまたいでくるんですよ。ただですね、これはスマホのアプリ上で聞き始める前から、どの項を読むかっていう目次がね、ありますんで、一発でその目次から始めるってことができるんですよ。でも一度聞き始めてしまって、スマホの画面がもう見れないよってなったら、チャプター飛ばしをした瞬間に、章をまたいだか、項をまたいだかっていうのが分かんなくなっちゃうんですね。これだけはね、すごいね、改善してほしいと。僕もね、ビジネス書ね、最初に1冊か2冊ぐらい読んだんですけども、全部のビジネス書そうだなってなってから、もう一切ですね、オーディブルではビジネス書を読まなくなりました。これがね、なんでね、まだね、項をまたぐぐらいだったら、まだ許容範囲なんですけども、章ごとまたがれちゃうと、今何の話をしてるか全然わかんなくなっちゃうんですね。ここだけはね、ぜひね、すぐにでも改善してほしいなっていう。小説でできてるんで、ビジネス書できないわけがないと思うんですけど、ここら辺がですね、僕が思う改善点かなと思います。で、次にですね、僕が思う、使ってみて初めて気づいたいい点ですね、お話ししていくと、まずですね、僕が結構挙げたいのが、割とね、オーディブルっていうこの朗読スタイルが、近代文学と結構相性がいいんじゃないかっていうのがね、僕の予想で、現代の本もですね、全然読むのに苦じゃないんですけども、割とですね、近代文学の場合は読んでると、眠くなるとかね、全然意味が理解できないことが結構やっぱ多いんですけども、なぜかオーディブルだと、日本昔話を聞いてるような感覚で意味を理解できるので、割とね、近代文学と相性がいいんじゃないかっていうのが、特にですね、すごいお勧めしたいのがですね、近代文学の中でも、太宰さんとですね、すごい相性がいいなっていうふうに思ってます。それはですね、太宰さんの物語の内容自体が読む場合でもですね、結構話が理解しやすいっていう、分かりやすいっていう内容もあるんですけども、太宰さんのですね、作品には、結構短編集が多いんですね。短編の話が多くて、オーディブルで聞く場合にも2時間とか3時間で一つの話が終わるっていうのが結構多いんですよ。普通のですね、文庫本1冊ぐらいを朗読で聞こうと思ったらですね、大体ですね、10時間ぐらいとかかかるんですよ。この前もですね、こちらのですね、夏目漱石さんのそれからを読みましたけども、この300ページぐらいの話なんですけども、この朗読で10時間ぐらい、それぐらいかかるんですよ。なのでね、結構1冊をね、朗読で聞くっていうのも割と時間かかるんですよ。だけども、太宰さんの場合結構短編が多いので、一つの話が2時間とか3時間で聞けちゃうっていうのが、一つの話を10時間も聞いてられないよっていう人にとってはいいかもしれないなって思いました。あとはですね、もう一点割といい利点を挙げるとすると、やっぱり朗読っていうので人が読んでるんで、ちゃんとですね、文と文の間に間が生まれるんですね。句読点のところにですね、ちゃんと間ができるんですよ。で、間ができるとですね、これ自分で読んでるとあまり間ってのを意識しないんですけども、間ができると、こっちのですね、考える時間とか理解する時間が与えられるので、いい効果としては、すごいね、続きが気になるんですね。次の文章がすごい気になるとか、次の文章を予測したりとかするんですよ。この感覚が、言ってしまえば、小さい子の本の読み聞かせみたいな感じで、次どうなるのそれでどうなったのってのが、多分小さい子いっぱい聞くと思うんですよ。その感覚すごい似てるなと思って、すごいね、続きが気になるっていうか、次の文章どうなったのってのがすごい気になる。これが多分やっぱり間がないと、読んでる時は自分のペースで読めますんで、
わざわざ間を作らずにどんどん次の文章いっちゃうんですけども、人が読んでるっていう待ちの時間があるっていうことで、結構ね、その、待ちの時間で、次の話を予測したりとかですね、いろいろ想像したりとかできるんで、このね、間が生まれるってのが、割と朗読のいいとこかなって思います。これはですね、実際に使ってみて気づいたいいところかなって思います。で、最後ですね、オーディブル、個人的にはですね、結構サービス良くて、作品の数も結構多くて、小説読む分には結構読みやすくて良かったんですけども、このオーディブルを使って合う人と合わない人ですね、オーディブルですね、最初に挙げるとしたら、このサブスクの価格がですね、ちょっと高いんですね。1ヶ月間で1500円ってなると、サブスクとしては結構高めな方だと思います。じゃあその、1500円の価値をどう取るかなんですけども、単純にいっぱい本を読みたいよって人は、その1ヶ月間でね、どれだけの本が聞けるかっていうこと。でもさっき言ったようにですね、この文庫本1冊300ページ、400ページの本で、10時間とかってかかるんですよ。で、そもそもがですね、オーディブルってのが、隙間時間とか、手が離せない、目が離せない状況においての、聴覚だけがフリーの状態においての、サービスなんで、その時間に、月にですね、10時間、20時間とかって取れるのかどうかってとこですよね。なので個人的にはですね、読んだ冊数を、もっと多くしたいよっていう人は、1500円払って1ヶ月間でじゃあ3冊4冊読めるかっていうと、実際にそれは割と難しいんじゃないかなっていう。隙間時間で読むんだったらちょっと難しそうだなっていう印象ですね。各いう僕もですね、毎日の通勤時間で読んでるって言いましたけども、言ってもですね、会社までの通勤時間で片道、15分から20分ぐらい、20分もかかんないぐらいなんですよ。なので、毎日の往復で考えても1日ですね、30分読めればいい方なんですね。で30分ってなると2日間で1時間ですから、10時間の本を読もうと思ったら、単純計算20日間必要なわけですね。そうなってくると、普通に仕事としてのですね、月の、実動日数も20日間ぐらいなんで、言ってしまえば1ヶ月間でこの300ページ、400ページの本が1冊読めるってぐらいのペースになってきます。そうなるとね、たくさん読みたいよっていう人にとっては、あまり利点がないかもしれないっていうのが、正直なところですね。じゃあ、どこに1500円の価値、重きを置くかってことなんですけども、やっぱりですね、生活上どうしても、その、手が離せない、目が離せない、要はもう耳だけがフリーの状態がどうしても生まれてしまう人、車の運転中とかだと特にそうなんですけども、耳だけがフリーと。で、音楽を聴いてもいいけども、せっかくだったらなんか情報を入れたいなっていう人にとってはすごいいいかなって思います。なので本来だったらそこに情報を入れるっていうのが難しかったけども、オーディブルがあることによって、情報を入れるっていう時間に生まれ変わるわけなんですね。なので今ある隙間時間をもっと有効活用したいっていう、そこに1500円の重きを置けるっていう人は、このオーディブルは結構いいかなって思います。で、あとはですね、併読ができるってとこが結構僕が良かったなって思ったところで、紙の本は紙の本で別の本を読んでて、で、オーディブルはオーディブルで別の本を聞くっていうのができるのが、結構いいところで、1ヶ月間かけてオーディブルで1冊の本を聞く。で、その間にも僕は1ヶ月間の間で紙の本でですね、カフェとか寝る前とかですね、読書をして紙の本の方を読み進めるってことができる。なので読むスピードが結構遅い僕にとっても、隙間時間を読書に当てることによって、1ヶ月間で1冊か 2冊しか読めなかったのが、オーディブルでプラス1冊になるっていうのが、割といいとこかなって思います。なので、そこら辺の自分の生活スタイルとですね、相談しながら、1500円をかけて、本を読むか、それとも今まで通り別に読書は紙の本とか、読む方がいいなって思う人、多分それぞれいると思うんでね、自分のスタイルに合わせて、好みに合わせて使ってもらえればなと思います。あと挙げるとしたら、やっぱ新作がね、出てくるのがすごい早いというか、新作がどんどん読めるんですよ、オーディブルって。これがね、買うまでじゃないんだけども、どんな話か聞きたいなっていう人にとっては、オーディブル結構いいかと思います。なので新作をですね、とりあえず試し読みしたい、試し聞きですけど、試し聞きしたいっていう人にとっては、かなりいいサービスかなって思うので、そこら辺も考えながらですね、オーディブル使ってみようかなっていう人は、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回は、オーディブルを半年間使ってみた、感想をですね、お話ししていきました。結論をまとめると、小説を読む分にはとてもいいと。内容が全然入ってこないってことはなかった。っていうのが正直な感想で、ビジネス書はですね、ちょっと改善のポイントがあるんですけども、割と、隙間時間が生まれちゃう人にとっては、結構この1500円っていうサービス、一見高いんですけども、割とこれがね、有効時間に有効活用できるって考えると、全然いいかなって思うので、そこら辺はですね、自分で考えながら、オーディブル使ってみたいなっていう人は使ってみてほしいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。